声のカフェオーナーのリベです。今日も来てくださりありがとうございます。今日も一日本当にお疲れ様でした。カップを手に取って温かい香りをそっと吸い込みましょう。肩の力が少し抜けましたか？今夜はちょっと不思議で優しい猫のお話をお届けします。題して秋の風に誘われてカフェにふらりと現れた不思議な猫。眠りに落ちるまでのひととき、どうぞゆったりとお過ごしください。このチャンネルでは母性のこもった優しい語りで少し疲れた心にそっと明かりを灯すような時間をお届けしていきます。よろしければグッドボタンやチャンネル登録でこの場所を育てていただけたら嬉しいです。それではお楽しみください。その日は少し風の強い夜でした。街路樹の葉がひらひらと舞いながら歩道に重なっていく。カフェの前のテラス席では紅茶の香りと焼きたてのスコーンの匂いが秋の風に乗って流れていました。私はカウンターの中でカップを磨いていました。窓から見える景色はまるで映画のワンシーンのようで、そのまま時間が止まってしまえばいいのに、そんな風に思うほど穏やかで静かな夜でした。その時です。ドアの上にかけられた小さなベルがチリンと鳴りました。でもドアは開いていません。風かなと思って目をやると、そこには一匹の猫がちょこんと座っていました。茶色の毛並み、首には小さな金色の鈴、瞳は深い森のような緑。不思議と目が離せませんでした。いらっしゃいませ、と思わず声をかけると、猫は小さく、と鳴き、するりとドアの隙間から中に入ってきました。ここ、猫 OK だったかしら。そんなことを考えているうちに、猫はゆっくりと店内を歩き始めました。テーブルの足の間や上をくぐり抜けたり登ったりして、お気に入りの席を探すように静かに見渡しています。やがて窓際のソファー席に腰を下ろしました。いや、腰を下ろすというより、まるでお客様のように落ち着いた様子で座ったのです。私は思わず笑ってしまいました。じゃあ何にいたしますか？猫はふっと私を見上げて、ミルクをお願いと、まるで言葉を発したようなそんな目をしました。
温かいミルクをカップに注ぎ、猫の前に置きました。湯気が静かに立ち上ります。猫は鼻を近づけ、嬉しそうに目を細めました。それを見ていると、胸の奥に懐かしい感情がこみ上げてきました。子供の頃、家にいた猫、ミミ。よくこんな風に温かいミルクをあげていたっけ。その猫は私が高校生の時にいなくなってしまいました。帰宅しても姿が見えず、どれだけ探しても見つからなかった。夜の風の中、名前を呼びながら泣いたことを思い出しました。猫はそんな私の記憶を知っているかのように、こちらをじっと見つめていました。深い深い森のような目で。外では風が少し強くなっていました。ガラス窓をかすかに叩く音。木の葉が舞い、街灯の光に揺れています。店内の明かりはいつもより少しだけ落として、オレンジ色の明かりが猫の毛を柔らかく照らしていました。猫は静かに目を閉じて、まるで眠るように呼吸を整えていきます。私も同じように深く息を吸って、ゆっくりと吐き出しました。その瞬間、店内の音が遠のいていくのを感じました。コーヒーメーカーの音も時計の秒針も全部優しい波のように遠くへ。まるで夢の世界と現実の境目に立っているようでした。ねえ、声が聞こえた気がしました。目を開けると猫がこちらを見ています。唇が確かに動いているように見えました。ありがとう。温かいミルク嬉しかったよ。私は息を飲んで言葉を失いました。猫は続けます。あなたのことをずっと見てたんだよ。朝、眠そうにコーヒーを入れる姿も、夜、静かに明かりを消すときも、あの頃と変わらないね。あの頃？その声を聞いた瞬間、胸の奥で何かが弾けるように思い出しました。あの小さな鈴の音、あの目の色、あの柔らかい毛並み、間違いない。ミミなの？猫はふっと目を細めました。やっと気づいたね。外の風がカランとドアベルを鳴らしました。まるでもう行くねと告げるように。猫ミミはゆっくり立ち上がり、カウンターの方へと歩いてきました。足音はまるで音もなく、だけど確かにそこにいる感じがありました。また来てくれる？と尋ねると、ミミは首をかしげて静かに微笑むように目を細めました。
風がまた吹いたらきっとね。そう言うとドアが一人でに開き、秋の風が店内に優しく流れ込みました。その瞬間、ミミの姿がふっと消えました。残されたのは、カップの中に浮かぶ一つの小さな毛と、ほんのり残るミルクの香りだけ。外を見上げると、空には淡い月が浮かんでいました。風は優しく、だけど確かに冷たく、季節が静かに移り変わっていくことを教えてくれます。私はカップを片付けながら、また来てね、とそっとつぶやきました。店内には静かなジャズとコーヒーの香り。心のどこかが少しだけ暖かくなった気がしました。それでは今夜も心と体を休める時間を大切にしてください。あなたの眠りが柔らかな月明かりに包まれますように。おやすみなさい。また声のカフェでお待ちしております。